こんにちは、大木あこです。今回は美術におけるアルテミスの姿を追ってみたいと思います。とりあえずこの写真を見てください。はい。1枚目。2枚目。3枚目。これも。時代にしてみると、そうね、紀元前8世紀からの面影を残すアルテミスの姿からヘレニズム。ヘレニズムの彫像を私は中心的に今回取り上げようと思ったんだけど、アルテミスってギリシャでは月の女神じゃないんですよ。どっちかっていうと、一番最初と2枚目もそうね。こっちのイメージに近いかな。その方が長く信じられてきました。この見た目の変化は、もちろん時代様式の変化もありますけれども、アルテミスの名前、異名と言ったらいいのかな。異名って別称ね。差別の別じゃなくて、アルテミスの別の名前。その神聖のバラエティに富んでいることをも、この見た目の変化が意味していると言えるのかな。さて、あんまり退屈しちゃうと困るんだけど、ここでもう一度、ギリシャとローマのアルテミスのイメージの違いを、一番最初に出した表ね、見てもらいますけれども、そう、ギリシャではアルテミスは月の女神ではありませんでした。アルテミスの原初の姿は、このような姿。まず、このエフェソスの貴婦人とあだ名される彫像から簡単に説明していきましょうかね。これは大理石製の彫像です。この彫像の胸の部分に取り付けられた丸いものは一見乳房に見えますけれども、実は何なのかはっきりとは分かっていません。この大理石製の彫像は、当初はおそらく木製の彫像であったと思われています。現在は残っていません。それで大理石の像を作った時に木製でできていた彫像に着せてあった布とか、そういう付属品、それも含めて写し取ってしまった可能性が高いため、胸の部分、胸部に取り付けられていた丸いもの、この無数の丸いものはもしかすると生贄に捧げた動物の臓器だった可能性もあります。その理由としては、この彫像を飾っているたくさんの浮き彫り、鹿や牛の動物たちの浮き彫りがそれを物語っているんじゃないかと思いますね。これが一体何なのか知るためにはアルテミスの宗教を見ればいいわけなんですけれども、それもはっきりとは伝えられていません。私個人の見解では、ギリシャ人が何の根拠もなくこの像とアルテミスと結びつけるわけはないと思うので、何らかの形で獲物の捕獲と関係があったと考えるのが自然ではないでしょうかね。アルテミスの信仰が有名なのは現在のトルコ、すなわち小アジアのエフェソス。ここにアルテミス神殿、巨大なアルテミス神殿が祀られていました。
後に世界七不思議という、そういう言葉をどこかで聞いたことあると思いますけれども、エフェソスのアルテミス神殿もその一つに数えられていました。世界七不思議についてはまた機会を改めてお話ししましょう。エフェソスの他にアルテミスの信仰が熱かったのがアテネとスパルタ。でも実際は全ギリシャ的に広がっていたようです。例えばミコノスにはこのようなアルテミスの姿が描かれた陶器が残っています。これはポトニアセロンといって動物の女王といった意味があります。紀元前8世紀のホメロスがポトニアセロンとアルテミスと結びつけています。これも昔から動物とアルテミスとのつながりというものが認められていたわけですよね。ここには羽の生えた女性が中央に描かれ、両手には白鳥のような水鳥を手にし、足元には猫科の猛獣が横たわっています。同じような例がコリントス式陶器にも描かれています。この女神の信仰が広範に広がっていたということがわかると思います。これらはいずれも紀元前7世紀アルカイク時代の陶器です。この図像の延長線上にあるのがスパルタの聖堂像です。これはとても小さい像なんですけれども、先に説明したポトニアセロンの図像よりも100年ほど時代が新しいものです。腕には明らかに弓矢を持っていた跡が残っています。ここに来てやっとアルテミスのイメージが固まってきたと言えるかもしれませんね。アテネのアルテミス信仰はいくつかの神話に基づいています。中でもブラウロンが最も影響が大きかったようです。アテネのアルテミス信仰はブラウロンを中心に展開していきました。ブラウロンはアティカ地方の都市の一つ。アティカ地方の東海岸、この位置にありました。ここにはいくつかのアルテミスの聖域が保存されていました。ペルシア人に神殿が破壊されて、紀元前470年、ようやく神殿が再建されたと伝えられています。ここブラウロンとアテネのアクロポリスの丘の上にあるブラウロニオンとを結ぶラインには4年に一度アルテミスの大祭が催され、行列が往来していました。ブラウロンにはアティカ地方のそうですね5歳ぐらいから10歳ぐらいまでの長女たちが熊乙女として奉仕していました。アルテミスは女性の人生で最大のイベント、出産ということを軸にして信仰されていたんですね。ちょっとお話が長くなってしまいました。今日はここまでにしておきましょうかね。というわけで、また次回ブラウロンからお話を続けたいと思います。ちょっと退屈な話が続くかなと思うんだけど、よろしくお付き合いくださいませませ。じゃあまた。バイバイ。そう忘れてた。グッドボタン押してね。よろしくお願いします。じゃあまた。バイバイ。